厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はクラシックを聴き始めたばかりの方にもおすすめしたい定番の名曲、バイオリン独奏曲編です。無伴奏のものやピアノ伴奏のものなど、バイオリンソロの名曲はたくさんあります。今日はその中でも特に代表的なバイオリン独奏曲を10曲ご紹介します。それではチャンネル登録をして早速聴いていきましょう。まずは名バイオリニストの作ったこちらの曲です。スペイン出身のバイオリニストサラサーテのツィゴイネル・ワイゼンです。現在もサラサーテという名前の弦楽器専門雑誌があるほど、サラサーテはバイオリニストの代表的な存在です。サラサーテは後期ロマン派の時代に活躍しました。サラサーテの伝統的なスペイン音楽の演奏は多くの音楽家を刺激し、サン・サーンスやラロ、ブルッフなど名だたる作曲家たちがサラサーテのために名曲を書きました。このツィゴイネル・ワイゼンというのはドイツ語でジプシー、ロマの旋律という意味です。サラサーテはロマの旋律を複数組み合わせてこの曲を作曲しました。しかしこの時代、ロマの音楽はハンガリーの民族音楽と混同して認識されていました。そのため実際はハンガリー民謡などの旋律が用いられています。ツィゴイネル・ワイゼンは高度な演奏技術を要する難曲の一つで、バイオリニストの超絶技巧が楽しめる名作です。さて、ツィゴイネル・ワイゼン同様、サラサーテが他の曲の旋律を使って作曲した曲をご紹介しましょう。サラサーテのカルメン幻想曲です。フランスの作曲家ビゼーのオペラカルメンの音楽をもとにサラサーテが作曲したバイオリンと管弦楽のための幻想曲です。幻想曲というのは自由な想像力を持って創作される器楽作品のことです。このカルメン幻想曲のようによく知られたメロディーを自由に編曲することをパラフレーズと言います。パラフレーズという言葉の中には、元の作品を別のスタイルの文脈の中で新しく解釈し直すという意味があります。ロマン派の時代には人々を魅了する卓越した楽器演奏が一大ブームとなりました。こうした超絶技巧を持つ演奏家たちはビルトゥオーソと呼ばれます。ビルトゥオーソたちは自分の技術力の高さを遺憾なく発揮する方法の一つとして好んでこのパラフレーズを用いました。ピアノの魔術師と呼ばれたリストやピアノの名手モシコフスキなど数々の名演奏家たちが演奏会用のパラフレーズを作っています。3曲目がこちらです。サラサーテの女装とタランテラです。今お聴きいただいている美しく情緒豊かなこの冒頭の部分は序奏、イントロダクションの部分にあたります。序奏というのは名前の通り、楽曲の主要部分に入る前の準備的な部分として置かれる音楽です。こうしたゆったりとした曲調のものが多いです。
ではこの続きのタランテラの部分も聞いていただきましょう。タランテラというのは急速な8分の6拍子のイタリア・ナポリの舞曲です。イタリア南部の地名タラントから派生した名前とも言われていますし、毒蜘蛛のタランチュラに噛まれた時にこの踊りを踊ると治るという伝説から付けられたとも言われています。さて別の名バイオリニストによる定番タランテラもご紹介しましょう。4曲目がこちらです。現在のポーランド出身のバイオリニストビエニャフスキのスケルツォ・タランテラです。ビエニャフスキはサラサーテの9歳年上のバイオリニストで、バイオリンの神童として名前を馳せた人物です。8歳でパリ音楽院に入学し、13歳の頃には一流の演奏家としてヨーロッパやアメリカをコンサートで回るほどでした。ビエニャフスキは自分の演奏技術を披露するため、演奏難易度の高いバイオリン作品を多数作りました。このスケルツォ・タランテラはビエニャフスキが20歳前後で作曲した曲と言われています。冒頭から技術的な難しさを感じさせますよね。ちなみに現在バイオリニストの登竜門として知られるビエニャフスキ国際バイオリンコンクールにもこのビエニャフスキの名前が使われています。さてここまで超絶技巧を持つ名バイオリニストたちの曲をご紹介してきましたが、ビルトゥオーソブームの火付け役となったあの名バイオリニストの独奏曲もご紹介します。イタリア出身のバイオリニストパガニーニのカプリース第24番です。パガニーニは前期ロマン派の時代に活躍したバイオリニストです。パガニーニの驚異的なテクニックに刺激され、数々のピアニスト、音楽家たちがこぞって超絶技巧の曲を作曲しました。特に当時のハンガリー出身のピアニストリストはパガニーニの演奏を聴いて大きな影響を受け、自分はピアノのパガニーニになると決心し、ピアノの演奏技術を磨いたと言われています。特にこのカプリース第24番は数々の作曲家たちによってパラフレーズされています。リストはパガニーニによる大練習曲第6番を、ドイツの作曲家ブラームスはパガニーニの主題による変奏曲を、ロシアの作曲家ラフマニノフはパガニーニの主題による教師曲を作曲しました。さてここまで名バイオリニストたちの名曲をご紹介してきましたが、バイオリンの名手ではない大作曲家たちも数多くのバイオリンの名曲を残しています。6曲目はこちらです。フランス出身の作曲家サン・サーンスのハバネラです。サン・サーンスがこの曲の作曲を思い立ったのは、バイオリニストのアルベルティーニと演奏旅行をしていた時でした。アルベルティーニがキューバ出身だったため、サン・サーンスはキューバ音楽を象徴する舞曲ハバネラの作品を書いたのです。
この曲は旅行の思い出としてアルベルティーニに検定されました。サン・サーンスは当初この曲をバイオリンとピアノのための作品として計画していました。しかし作曲の途中で管弦楽伴奏版も同時に書くことにしたのです。現在もピアノ伴奏版、管弦楽伴奏版の両方で頻繁に演奏される定番曲になっています。7曲目はこちらです。フランス出身の作曲家ラベルの音楽会用教師曲チガーヌです。この曲もサン・サーンスのハバネラと同じく当初はバイオリンとピアノの編成で作曲されました。特にピアノリュテラルというロマ音楽の楽器チンバロンに似せた鍵盤楽器で伴奏するように書かれました。そして完成したのと同じ年にラベル自身の手で管弦楽伴奏版の編曲が行われました。ラベルは管弦楽の魔術師と呼ばれるほど素晴らしい管弦楽編曲をする作曲家でした。そのため現在もこのチガーヌは管弦楽編曲版もよく演奏されています。8曲目は音楽の父と呼ばれるバッハのこちらの名曲です。バロック時代の大巨匠、ドイツ出身の作曲家バッハのシャコンヌです。この曲は無伴奏バイオリンのためのパルティータ第2番の第5楽章にあたる部分ですが、この楽章だけで256小節にもわたる大規模で充実した楽曲のため、この楽章だけを取り出して単独で演奏されることの多い名曲です。バッハに心酔していたイタリアの作曲家ブゾーニはこの曲をピアノ独奏曲にアレンジし、ドイツ出身の作曲家ブラームスは左手のみのピアノ曲にアレンジしました。そのためバイオリン曲としてだけでなくピアノ曲として演奏される機会も多いです。続いてもバッハのパルティータから9曲目です。バッハのガボット。正式には無伴奏バイオリンのためのパルティータ第3番、第3楽章ガボット・アン・ロンドーです。ガボットは2拍子で演奏されるフランスの舞曲です。愛らしいメロディーで多くの演奏家たちがレパートリーにしています。
バッハは無伴奏バイオリンのためのソナタ第1番から第3番と無伴奏バイオリンのためのパルティータ第1番、先ほどのシャコンヌを5楽章に持つ無伴奏バイオリンのためのパルティータ第2番、そしてこのガボットを第3楽章に持つ無伴奏バイオリンのためのパルティータ第3番の合計6曲を合わせて通奏低音のないバイオリンのための6曲のソロ第1巻としてまとめています。現在もベルリンの国立図書館にバッハの自筆譜が保管されているそうです。この曲集の中のソナタはこちらの動画超定番バイオリンソナタ編でもご紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いての10曲目はクラシック音楽界を代表する巨匠ベートーベンの作品です。ドイツ出身の作曲家ベートーベンのロマンス第2番です。バイオリンと管弦楽のための作品で明るく朗らかで素朴な印象を感じさせる名曲です。ベートーベンはこの曲のようなバイオリンと管弦楽のための競争的な商品をわずか3曲しか残していません。ベートーベン作品の中でも少し異色な曲なんですが、この美しいメロディーは今もバイオリンの名曲として愛されています。さて、ここまで定番のバイオリン独奏曲を紹介してきましたが、実はバイオリンで演奏される曲の中には、もともとバイオリン独奏曲として書かれていなかった作品もあります。例えばこちらのバイオリン定番曲は、オペラの中の一曲なんです。フランス出身の作曲家マスネのタイスの名奏曲です。元はマスネの作曲したオペラタイスの第2幕で演奏される間奏曲でした。しかしあまりに美しい作品のため、この曲だけを取り出して単独で演奏される機会が増えていったのです。現在はオペラとしてよりもタイスの名奏曲という名前でバイオリン曲として演奏される機会が圧倒的に多いため、オペラの曲ということを知らない方も多いです。続いてもオペラの中の一曲です。ベルギー出身の作曲家ゴセックのガボットです。もともとはゴセックのオペラロジーヌで演奏されていた曲の一つです。こちらもオペラから単独で抜き出してバイオリンと管弦楽のための曲として演奏されています。さらにはピアノ曲版に編曲もされ、ピアノ曲としても多くのピアノ学習者が演奏する定番曲になっています。皆さんもどこかで耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。さて、オペラ以外にもオーケストラ用の曲をバイオリン曲として編曲した名曲もあります。こちらの有名な曲もその一つです。
この曲はバッハの G 線上のアリアです。元は管弦楽組曲第3番の第2曲エールとしてバッハが作曲しました。エールというのはフランス語で、英語ではエアー、イタリア語ではアリアと呼ばれ、歌唱的な性格を持つ音楽のことを指します。この管弦楽組曲第3番第2曲エールを後にドイツの名バイオリニストヴィルヘルミがピアノ伴奏付きのバイオリン独奏版に編曲し、そのバイオリン編曲バージョンが G 線上のアリアと呼ばれるようになりました。G 線というのはバイオリンの弦の一つであるこちら、ゲー線のことです。編曲者のヴィルヘルミはバッハの作ったエール、アリアの調を変えて編曲したことで、バイオリンのゲー線だけでも演奏できるようになりました。ゲー線だけで弾くことのできるアリアということで G 線上のアリアという愛称がつき、その名前で親しまれています。ちなみにバイオリンの弦や楽器の構造についての話はこちらの動画でもご紹介していますので、ぜひ合わせてご覧くださいね。続いてはこちらです。サン・サーンスの死の舞踏です。サン・サーンスは死の舞踏という作品をまずは歌曲として作曲、その後内容をバージョンアップさせた交響詩として完成させ、それを自ら2台のピアノ版やバイオリン版に編曲しました。ちなみにこの死の舞踏はピアノの魔術師と呼ばれるリストがピアノ独奏版に編曲し、それをさらに名ピアニストのホロビッツが編曲したため、歌曲、オーケストラ曲、2台のピアノ曲、独奏のピアノ曲、バイオリン曲と様々な楽器と編成で演奏される名曲となりました。続いてはピアノ曲をバイオリン編曲した作品です。チェコ出身の作曲家ドボルザークのユモレスクです。ドボルザークのピアノ曲の中でも突出して人気の高かったこの曲は、様々な歌詞が付けられたり、いろんな楽器用に編曲されて今も世界中で愛されています。そんな中でもとりわけ名編曲として知られるのが、名バイオリニストクライスラーによるバイオリン編曲です。素朴で温かい名作です。続いては少し変わった楽器の曲をバイオリン編曲したこちらの曲です。この曲はイタリア出身の作曲家モンティのチャルダッシュです。チャールダーシュとも呼ばれます。この曲は元はマンドリンというギターに似た弦楽器のために書かれた曲です。技巧的にも華やかなこの曲は様々な楽器のために編曲されています。フィギュアスケートなどでも使用されるため耳なじみのある方もいらっしゃるかもしれません。
さて、バイオリンの定番曲はここでご紹介した以外にもたくさんあります。著作権の関係で今日ご紹介できなかった作品の中にも、例えばクライスラーの愛の喜びや愛の悲しみなど、バイオリニストの定番レパートリーになっている曲もあります。皆さんの好きな定番のバイオリン曲があればぜひコメント欄で教えてくださいね。そして今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。ちなみにバイオリンの定番曲のうち、バイオリン協奏曲とバイオリンソナタは別の動画でご紹介しています。概要欄にも記載しているので、まだ見ていない方はぜひ合わせてご覧ください。厳選クラシックチャンネルでは、クラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日夜8時、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、楽器や有名曲のご紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！